本日の労務相談 Q&A のタイトルですが、雇用保険の取得手続きは前職喪失を待ってからということで、まずご質問内容ですけれども、今月末日で前職を退職され、来月初日から入社される方がおります。入社書類の一つとして雇用保険被保険者証の提出を求めたところ、紛失しており提出ができず、雇用保険番号がかかる書類として離職票の提出ができるかを確認したところ、離職票の手続きは最終給与が確定するまではできないので、時間がかかると連絡があったとのことでした。雇用保険番号自体は前職から教えてもらっているので伝えることはできるが、書類としての提出ができないとのことだったのですが、そもそも前職で離職票の手続きが実施される前に、こちらの取得手続きを進める必要はありますでしょうかというご質問内容です。まず結論としての回答ですけれども、基本的にですね、雇用保険の資格取得というものは、被保険者となった月のですね、翌月10日までに提出する必要があるというのが手続き上のルールになります。またですね、仮にですね、被保険者番号とか、そういったもののですね、例えば前職歴とか、そういった情報が確認できていればですね、取得手続きそのものは実際に行うことは可能です。で、仮にですね、今回のご質問、ご相談内容のように、前職歴においてですね、資格喪失手続きがまだ終わっていないという状況であったとしましても、喪失未処理という形で、一時的にですね、手続きが保留状態にはなるんですけれども、ただその場合であってもですね、ハローワーク安定所の方から前職に対してですね、喪失手続きを行ってください等のですね、催促というかアナウンスが入る場合もありますので、そうしていただくことによってですね、取得手続きそのものは離職票そのものが出てきてからではなくて、先にですね、もう進めてしまっておくという方が基本的には望ましい、迅速に処理が進むということになろうかと思います。加えてですね、今回のご相談では、離職票がですね、最終給与確定ができないとですね、できないというか、それから手続きをするみたいなところがございましたが、基本的に離職票を交付するというか、作成する場合に、確かに賃金のですね、最終給与のデータがないと全部が完了しないという、同時進行でというのが感覚としては終わりかと思いますが、基本的に例えば資格喪失を先行させて手続きを取って、後にですね、離職票の作成を行うというふうで分離してですね、手続きを進めることもできないわけではないので、そういった形を取られることによってですね、少なくとも資格喪失が可能となって、被保険者番号等を表す書類というのは手にすることができるかなと思います。で、あるいはですね、人によっては離職票を早く欲しいというふうに催促される従業員さん、労働者の方も見えるかと思います。その場合はですね、最終給与確定していなくても、最終月のですね、給与を未計算というような表示、計上することによって、離職票の交付そのものは、手続きそのものは進んでいきます。その場合も、最終給与が確定した時点でですね、安定所の方に、ハローワークの方に連絡する。もしくは、その連絡をですね、忘れていたとしても、ハローワーク安定所の方からですね、最終給与いくらですかというふうに確認をしてくる手続きがありますので、どうしてもですね、賃金が固まらないと、最終的にできないというふうに思っていただく必要はありませんので、その時々でですね、臨機応変に対処していただければ、迅速に手続きそのものは、取得の方にしても、喪失の手続きにしても進んでいくんではないかなというふうに思いますので、ぜひですね、参考にしていただいて、迅速な手続きにつなげていただければというふうに思います。以上で、本日の労務相談 Q&A を終わらさせていただきます。